我々全員野球で去年やってきて、テストの中ではトップタイム取ったこともあるし、もう開幕に対するきちっと準備ができて岡山に入ったわけですね。でフリー走行関口祐希から乗り込んで走り出したんですけど、もう走ってる車の中でずば抜けたタイムでトップタイムです。でそこで雨が降ってるので、もう早々に中山雄一に代わって、中山雄一に車と雨の状況を確認させたんですけれど、それと同時に雨が強くなってきて、中山雄一がハイドロで大きなクラッシュをしたと。中山雄一にはね、今シーズンのテーマとして自分を超えていけと、今までの自分を超えていけっていうところがあるので、そのテーマを課している中山雄一に雨が降ってきて危険だからピットに戻れっていうコメントは僕にはできなくて、だからあのクラッシュは正直そのね指示をしなかった僕の責任でもあるかなとは思ってます。シーズンオフから調子が良くてトップタイム出せたりっていうこともあったんで、すごく自信はありました。あの時も、前の週は普通に行けてて、雨量が多くなってきてるタイミングではあったんですけど、前の週普通に行けてて、で他のコーナーでちょっとリアのグリップが低いなと思っているところもあったんで、そーっと行って車の感触、予選が雨は濃厚だったんで、予選に向けて感触を確かめなきゃなと思ってる最中に突然リアのグリップが抜けてしまってというところだったんで、ちょっとフリー走行にしたらもう少しマージンを持っておけばよかったなというふうには思っているところであるんですけど。分かる？大丈夫？大丈夫？強い気持ちで戦わないとこのスーパー GT、本当に強いドライバーばかりですから、なんかそこで、なんか自信を失うみたいなことはなくて、そこから得られるものをしっかり得て、次につなげたいなっていうふうに思える、きっかけっていうか言うと、その代償は大きかったんでなんともチーム、トヨタさんには申し訳ないなというふうに思っているんですけど、その経験を、しっかり今後の自分のために生かさなきゃいけないなっていうふうに思っています。でもクラッシュを直してですね、車はある程度セッティング変更したら反応するし、きちっと直ってるとは思うんですけれども、あれ以降ですね、我々がレースの中でリザルトとしてスピードを示せてない、これが続くとですね、やはり車が直ってないんじゃないかとかね、ドライバーの走らせ方が間違えてるんじゃないかとかっていう負の要素をどんどん生んでいくわけですよ。ですから僕の中ではきちっとね、4戦目を迎えたこの富士で車でスピードを示して成績を出して、そのクラッシュからの重圧を抜け出せたい。この1年間として今年の最終戦でバンと線引かれる前にクラッシュを忘れたい、忘れて次のシーズンに進みたい。そのためにはやはり今年成績を出してタイトルを取って、次の優勝を、次のタイトルをですね手にすることができたら、クラッシュという失敗は優勝を生むための大切なかけがえのないきっかけになるんですよね。だから言い方変えれば、失敗が成功を生むための大切な出来事に変わる。それって失敗じゃないんですよね、もうね。だから僕の中ではクラッシュを今シーズン中に、失敗じゃなく成功を導く出すための一つのきっかけにしてあげたい。だからなんとかここ富士で成績を出して、何としてもこの富士でですね、中山雄一と関口雄一、あとサードの面々を輝かせたいと。だから非常に大切なレースだと思います。
ます。今 GT500 で、彼らがドライバーたちが嫌なのは Q1 です。普通は Q2 ですよね。Q2 がトップ狙いに行くから Q2 が一番緊張してって思うかもしれない。で Q2 行くために Q1 とりあえず残ってって思うじゃないですか。いや今もうドライバーたちは Q1 がきついって言ってます。だからねもう僅差なので。無線チェック無線チェック。はい OK です。ポールポジションを狙える車でも Q1 一つ失敗したら一つ何か間違えたら Q1 敗退するんですっていうような予選なので Q1 だけ通るためのタイヤをつけてくる人もいるしそういうのもあって Q1 が今大変だと思います。で Q1 通ればもうダメでも8位なのでっていうところです。Q1 はもう図が来ても通りたい必ず通りたい。白熱のタイムアタックバトル開幕。まあ今の車って感覚で走らないとてつもない数学の世界だと思ってます。この車の走らせ方の正解があってそこに誰が一番精度よく行き過ぎるのでもなくその手前でもなく誤差を少なく誰が走らせきれるかっていう戦いになってきててドライバーとかチームに求められる精度っていうところではもうとてつもないレベルにある。演奏はどうだ、ちょっとプラス表示できている。セクター3頑張れば突破できるかもしれない。で伝送9番手届かず脱落。Q1 敗退しましたですけど、まあ引き続き車は好調なので、なんとか明日決勝を追い上げたいなと思います。なんとか Q2 につなげて、一つでも良い順位でスタートできたらなと思ったんですけど、Q1 で、10位に終わってしまって、ちょっと残念ですね。例えばこれからキッズウォーク行くんですよ。でここに関口雄飛も中山雄一も今日の予選あんまり良くないんで、正直最初はね嫌だなって思いながら行くと思うんですけど、子供たちの笑顔を見ながらサインしてるでしょ。そしたらねこれ自然とね子供たちがね我々にねパワーくれるんですよ。ですからもう成績悪い時も自分の現役の時ありましたですけど、本当嫌やなと思いながら、なんでこんな辛い時に
ファンサービスなんだキッズサービスなんだと思ってましたけど、やっていくうちにねこっちが笑顔をもらえて、さあ明日頑張るぞと思えるんですよ。だからそういう意味ではねもう非常にありがたいことなので、ちょっとこれからもね今からしっかり子どもたちの笑顔に応えていきたいと思います。基本的にもう何でもやと言いますか、自分にできることはやらせてもらうというのが今のサードの現状。立川裕二選手の引退会見で花束をお渡しして、そのライバルとしてなのでそれにまつわるインタビューを受けました。でそれをやった後に、ウェザーニュースさんですね、天候のスペシャリストが来ていただきまして、やっぱり近年我々のレースというのは天候が勝敗を左右する部分が多々あるので、ウェザーニュースさんと共にいろいろな開発をしながら、天候を先読みするというところで、我々サードが少しでも勝ちにもっともっと近づける、勝つ可能性を引き上げるようなそういう部分ができないかなというようなミーティングを持たせていただいて、あと、車の確認でセットの方向性、チームスタッフとコミュニケーションを取りながら15時からチームミーティング、これはエンジニアだけなんですけど、今までのレースのおさらい、イベントステージで立川裕二選手の、引退トークショー、ファンの皆さんに立川裕二が自分の声で思いを伝えるという、そのライバルとして同じトヨタ陣営の、人間として行かせていただいて、でその後ブリヂストントークショーに行ってですね、土屋圭一と2人でですね、あろうことか星野インパルの T シャツを着せられながら星野一樹と共にトークショーをすると。で実際着た T シャツはねサインして、多分明日の朝ブリヂストンのブースでじゃんけん大会かなんかで配られる、そういうところにもつながるし、朝一はピットに来て、朝の朝礼、今日の目標と課題と、注意事項をみんなで話して、連絡事項をして、でその後ピットストップの、車の位置ボックスを書くんですけれども、それの確認をメカニックとして、その後はですねTGR の監督が全員がいわゆる KMAX という TGR の作戦本部があるんですけど、そこに集まって、それぞれの作戦面をみんなで共有するということと、 TGR としての、全体目標を共有するという、毎回それやるんですけれども、そういう監督ミーティングに出させていただいて、その後そのまま TGR の監督トークショー、これスーパー GT の TGR ブースのキラーコンテンツなんですけども、本当一面人になるぐらいの人が集まってくれる、これはね本当にレース前に熱しにくい日本のファンの皆様をできるだけアホな話をしながら熱して、レース前にもう最高潮のボルテージでレースをスタートを見てもらいたいという願いのものなんですけど、それやって帰ってきて、であとスポンサーの皆さん来ていただいてるんで、スポンサーの皆さんに今の、我々の状況であるとか作戦であるとか、よりその感情移入してレースを見てもらえるような、そういうその、状況をねお伝えすることを毎回やらせていただいてて、すごい熱いっていうのはそのドライの反対の熱い方なんで、仕事で監督として仕事をもちろんしてるんですけど、差し当たりないやってればいいやっていう人もいるかもしれないけど、ジュンさんは全くそんなことなくて結構その作戦面だったりも結構攻めるし、やっぱりみんな責任取るの嫌がるんで、そういうのなかなかしないんですけど、そういった決断力っていうのを持ってるし、それを思ってることを実行する、男気あふれる人で、僕はすごい大好きだし。監督はですね、トークショーとかメディアとかに出ている時のジュースさんって、すごく、関西人というか芸人みたいな一面もあると思うんですけど、でもチームに入るとものすごく物事を緻密に考えて、全て計算してやってるみたいな、そういう緻密さがあって、またあとそのチーム誰一人置いてきぼりにしないっていうところがすごく感じるので、新人のメカニックにも意見を求めますし、でその意見が正しくても間違ってても頭から
頭ごなしに否定することとかはなくてですね、その意見からいいところを抽出して、本当に間違っていることがあれば優しく直すっていうような、感じで、本当に一人一人に寄り添って、いただいてるんで、チームスタッフのみんなの、やる気が出る、やる気を出させるのが本当にうまい監督だなというふうに思います。監督業をやりながら、車走らせながら、お客さんをどう喜んでいただけるかっていうところもちょっと徹底させていただいた。今日も忙しい一日でしたですけど、有意義に過ごせました。ラッキーがあって結果が出たところで、それはチームとしてきちっと、機能してるわけじゃないので、そういう意味では3位以上優勝目指してやりますけど、その中で、結果がきっちり充実したら満足ですし、その部分ね見極めながら次に進める大切な富士にしたいと。我々の中でクラッシュというのはもうネガティブでしかないんですね。もう車が元に戻るかどうかわからないし、さっきまでいわゆるチームの口座にあった何千万円というお金が一瞬で消えるんですよね。本当にクラッシュがなかったらそこにそのお金が何千万円のお金が残るんですね。こんなことって普通の生活じゃありえないことなんですよね。ですからとてつもないネガティブですよね。夕日だって攻める気なくなってくるだろうし、夕日だって怖くなるだろうし、やっぱ我々はやっぱ成績を出さないといけないので、だからああいうことがあって成績を出してタイトルを取って、それがもう美談になるんですよね。だからあれをもっともっと素晴らしい出来事としてヒューマンドラマを描くためには今年やっぱ勝たないといけないし、タイトルを取らないといけない。無線チェックです。無線チェックです。はい、OK です、OK です。セーフティーカースタート、セーフティーカースタートです。1周目からカウントされます。はい、了解。さあ2023オートバックスーパー GT ラウンド4富士 GT450 キロレースはセーフティーカーでのスタートということになりました。セーフティーカーの、スタートです。パレード、そして、フォーメーションラップは行われません。このままセーフティーカーによるスタートになります。このセーフティーカーランをどこまで続けるかですよね。そうですね、はい。ただ今ヘビーレインではないので、そんなに長く引っ張るっていうことはしないような気がしますね。なるほど、はい。ライト消えましたね。あ、そうですね。この次のラップ3周目から、セーフティーカーがいなくなってのフルスピードでのレースということになります。セーフティーカーこの周ライト消しました。ピットに戻ります。この周スタートします。セーフティーカーインディスラップ。聞こえたからセーフティーカー入るよ。リスタート。OK。さあここから、グリーンシグナルということになります。コントロールラインを通過いたしましてレース追い抜きも OK ということになります。少し間が空いて走っています。水しぶきが大きく上がっていてなかなかこれ大変ですが、レースそれではいよいよスタート。3周目から第4戦の富士 GT450 キロレーススタート。1コーナーに入っていきます。ここで8番手9番手100ある。これ前伝送かな。関口が前出ます。さあそしてここはスタンレーに対して伝送がオーバーテイクですね。今ペースはいいからね。ペースはいい。今一番速いからね。今一番速いよ。ボックスね、このボックス。
さあそしてデンソーが ART を抜いています。デンソーが2番手に上がった形ですね。グッジョブグッジョブ。ドライバー変わるよ、ドライバー変わる。ピットピットピット。かぶってあるよ、かぶってピットあるよ。オッケー、準備できてるよ、準備できてる。ピットオッケー。中山一なんかはどっちかというと500の中でおとなしくて、やっぱり1000級の戦いの中に行くとやっぱり舐められるところもあったりする部分があるので、やっぱり中山雄一がもうやっぱりライバルたちからもう嫌なドライバーと思われるちょっと改革をちょっと彼には要求しているところがあって。ホッピーもホッピースーブラ大きく燃えている。うわこれはどうした。セーフティーカーです。セーフティーカー、セーフティーカー。めっちゃ燃えてんね。めちゃくちゃ良かったのに、全然タイヤ使ってないでいけてんのに。なんだよ。ごめんなさい、最初のピットの時にオーバーフローしてるべきですか。ごめんなさい、ちょっと天気予報とか、惑わされました。ごめんなさい。まだ分かんないから、雄一、集中して走ってください。まだ別にそれは決まった子だけじゃない、この後の展開がいろいろあるので、集中して走りましょう。赤旗です。赤旗です。レース中断になりました。やはり大きな火事ということでここで赤旗です。赤旗になりました。赤旗です。SC が出た時点で終了だって思ってたんで、そこで1回落ち込んで仕切り直して始まってるんで、もうやるしかないっていう感じで、もう開き直りという感じで言ってたんで、これ降ってきましたね。これロックやはりピットレベルでも雨を感じます。この間にタイヤ交換 OK らしいです。本当。今ウエットタイヤに交換 OK が出ました。ウエットタイヤに交換 OK に出ました。これ今グリッド上でタイヤを交換しても良いということですか。そういうですね情報が各チームに流れましたんで、今各メカニックさんたちが今大急ぎでタイヤ交換はして良いと。シートベルト大丈夫。さあグリーンシグナルになりました。67周目、セーフティーカー先導68に入るところから、レース再開ということになりました。ただセーフティーカー先導ですから当然ながらオーバーテイクなどはできません。さあランプ消えました。この修理スタートします。72周目、残り29周でレース再開となります。トップエネオス、2位デンソー、3位がデロイト、4位はニテラです。ニテラがなんとデンソーを捉えた。やはりミシュランのウェットは強速ですねこれ、さあアウトサイドからこう大きく膨らむが、これは立ち上がり重視。サイドバイサイドもう並びかけた。大きく回ったはずのニテラがもう並びかけて伸びてくる。デンソーとここは中山と高星争いですが、1コーナーに向けてうわっ突っ込んでいく。
とここは膨らんだが前出た。これで長星が前だ。 100R 前。デンソー中山の後ろにジュリアーノ・アレジが追いついてきました。いや、ジュリアーノ・アレジがね結構速いんですよ。ペースいいですよね。さあブレーキでどうだ。守る中山、攻めるジュリアーノ・アレジ、そして野尻、立ち上がりでジュリアーノ・アレジ、これは出た。トラクション立ち上がり重視で前に出た。これも給油しますね。でタイヤはあれレインからレインですね。レインなんだ。ドライには変えない。500は多分まだ厳しいんでしょう。脇坂監督レインを選択。ポジションは10だからね。ポジションは10。あと6周、あと6周。前とはちょっと差が大きいけど7秒ぐらい今速いよ。なんとか追いつくかも。16秒差。ファイナルラップ、ファイナルラップ。はい、チェッカーです。ポジション9、ポジション9、お疲れ様でした。リスタートの時のタイヤはちょっとね、赤旗待ちで給油のこともあったから攻めたから、それがちょっと間違えて抜かれて大変な思いさせたけど、まあそれは僕の作戦ミスです。作戦ミスというか、まあ給油上しょうがなかったミスなんで、すいませんでした。最近やっぱりスピードがなかったから、そのスピードがなかった課題に対して我々取り組んできたところで、スピード見せれたんで、次につながります。ありがとう。お疲れ様でした。ゆういちもゆういちもA8でした。ありがとうございました。まあ敗因はね、最初の1回目のピットで、ガソリンを満タンまで入れなかったことによって最後もう1回入れないといけない。で最後もう1回入れないといけないんで、最後のもう赤旗後の再スタートはちょっと賭けに出た。そのためには柔らかいタイヤで中山雄一を出させてトップに出る状態で赤旗中断するというところしかもうガソリンが足らないんでなかったんですよね。だからその賭けに出たことによって柔らかいタイヤで雄一がずる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 ね落ちていきましたですけど、でも今までの雄一と違ってねハンデのあるタイヤ選択をしてるにもかかわらず簡単に抜かれなかったし、オーバーテイクしてくれてポイントまで取ってくれたんで、まあ満足してて。あのまま晴れて SC が出なかったら優勝か2位かっていうレースだったと思うんで、そういうところに争いに加われるようになったっていうところをまずはしっかり喜んで、まあ、そういった意味では、まあ、あんまりメンタルまあ嫌ですけどね、ガンガン抜かれていくのはね。結果は残念なものになりましたですけど、まあ、今年一番のレースができたかなと思ってます。非常にこれまでのレースに足らなかった我々のスピードを取り戻せたし、関口雄飛も久々に輝いたと思うし、中山雄一も今までの中山雄一を超えてくれたと思うんで、これはねもう結果はこそ出てないですけれども次のレースにつながると。で我々の、まあ、やってることって勝負事って結果を出してなんぼなんですけれども、それだけじゃなくチームを良くするためにはプロセスをきちっとね理解して、その良かった部分を伸ばしていかないといけないと思ってて、今日9位かなでトップを狙いながらの9位なので、
非常に僕の表情はもっと曇っててもいいんですけれども、なんか心晴れ晴れとしたものがあって、ランキングもねちょっと下がった部分はあるんですけれども、ここから先サードが爆発するその起爆剤になるような、そんなきっかけの富士だったと思います。結果が9位なんで満足ができないのと、やっぱまだまだだなとは思ってます。今回はチャンスだったんですけど、やっぱ結果9位ということで、ちょっと取りこぼした感があってちょっと残念ですね。前回大会から今回に向けてみんなで考えていたことが決勝ではすごくいいフィーリングとして手応えがあったんで、やっぱり全部のことに理由があって、なんだか理由が分かんない状態でああなってしまったんだと怖いですよね。もうその先が崖のように感じるから。でも崖なんじゃなくて、ただ単に足を踏み外しちゃったんだ、そこに橋がかかってないところに足を踏み入れちゃっただけなんだって分かってるんで、橋があるところに行けばいいんだっていうのが分かるんで、そういった意味では別に雨が降ろうが石橋叩いてちょっとずつ行けばいいっていうだけなんで、そのスピードが速い人と遅い人がいるっていう風に感じ取ってもらえればいいかなというふうに思うので、そんな自信がなくなったとかそういうのはないです。予選はちょっとうまくいかなかったところもあって Q1 で沈んでしまったんですけども、決勝レースもそれなりにスピードっていう面ではそれなりに見せられたのかな。ちょっと戦略面含めてうまくいきませんでしたけども、うまく、やっていけば、次戦以降、今回のスピードと戦略がうまく噛み合えばいいところもっといけるんじゃないかなとは思ってます。僕の中では非常に次につながると思ってるんで、次の鈴鹿、その次の菅生を見ていただいたらそれは結果で証明したいなと思います。プロジェクトのね指揮を取れるってそんなありがたいことはないですよね。でまた僕はドライバーとしてねいろいろやらせてもらってましたですけど、こうやってドライバー降りてなおもねこういうふうにチームを動かせれるっていうのはもう非常に喜びですし、やりがいもあるし、ただやっぱり責任とプレッシャーもあるし、我々ねチームが良くなる一つのねプロセスは大切にしたいけれども、やっぱり結果が求められてますから、結果が出ない時は責任取らないといけないし、今僕のやり方で人がねそれぞれのチーム員をリスペクトして、プロがプロの仕事をもう徹底的に磨くわけですけれども、それは自分のためはなく誰が違う人のため、これが回り回って自分に返ってきて喜びを分かち合えるこういう集団にしたいので、このやり方で成績を出して、このやり方でレーシングチームが輝けばレースの世界からもっともっと素晴らしい人が育つと思うし、それがやっぱり僕のもとにね来てもらった子どもたちに僕は手を振ってしまってた部分の責任を果たしていることにつながると思うのでね、潰されそうになる時はありますけれども、そういうところはねやっぱレースのスイッチ入るとね、やっぱそういうところじゃなく本当にもう頂点だけ目指してやってる部分があってね、もうアドレナリンが出まくりながらやらせてもらえるので、なんとか頂点目指して頑張ります。一番の喜びはやっぱりチャンピオンを取ることなんですか？いやもうこのスタッフの笑顔を見ること、ファンの笑顔を見ることですね。